こんにちは、イサムです。緊急事態宣言中毎日やるやつじゃない動画を今日はね、上げていこうと思います。タイトルにある通り、前十字靭帯断裂についてのお話をさせていただきます。これについては直接聞かれることも多いですし、SNS とかで、質問を受けることも多いので、動画を改めて撮ろうと思っていたんですけれども、緊急事態宣言に入って、トレーニング動画を毎日ね、上げるようになって、プラス僕は毎日このレッスンをねさせていただいているので、なかなか時間が取れず、やっと取れるなと思っています。ちょっとこう打ち合わせの前なんでこういう格好で撮らせてもらってるんですけれども、やっぱりですね、僕はなんでトレーナー始めたのって言われたら、僕は左膝を切ったんですけど、前十字靭帯断裂っていう話になりますし、それからこの怪我っていうのはなかなかね、やった人っていうのは少ないと思うんで、どうやって切ったのとか、痛かったのとか、動かないのとかって聞かれることが多いんですよね。なのでその辺について、話していこうかなと思ってます。以前にも前十字についてのね動画を上げたんですけど、やっぱりコメントをいただくことが多かったですし、同じ状況の方、不安に思ってる方っていうのが多いんだなってことをこの YouTube を始めてすごく知ったので、なんか同じ環境の人だったりとか、同じ怪我をした方の参考になればいいなと思ってます。ちょっと長くなると思うので、僕もそんなトークが上手いわけじゃないんで、1.5 倍速とかで聞いていただけるとちょうどいいかもしれません。はい、ということで今日話すのは、僕が前十字を切った経緯と、あとは入院、手術、リハビリについてと、その後どうだったかっていうことと、現状どうなのかっていうことに、分けてですね話していこうと思います。はい、まずは僕が前十字を切った経緯について話していきます。僕はですね、10年以上アクションっていうものをやってまして、アクションって何なんだっていうと、分かりやすく言うと、テレビとか映画とか舞台とかで、戦うシチュエーションのシーンがあると思うんですよね。あそこで、戦うように見せる演技をすることを、アクションって呼んだりすると思うんですけど、ああいうことを、練習したり仕事としてやっていました。で、僕が切ってしまったのはある映画のリハーサル中だったんですね。でその映画は僕がアクションをするシーンがすごく多くてですね、その当時毎日のようにアクションを、作ったりとか練習したりとかしてまして、でその日はすごい動いてたんで調子がすごく良かったんですよ。ジャンプ力も高かったし、反応速度もすごく速かったし、動きにもキレがあったし、自分でもめちゃくちゃ調子いいなって思ってた時だったんですね。でアップもちゃんとして、柔軟もちゃんとして、よしやるぞって感じで、飛び三段蹴りっていう技を練習してたんですね。でどういう技かっていうと、僕がこうやって走ってって前から3人敵が来て、でジャンプして1人目のこの胸に飛び乗って、でさらに高くジャンプして左の敵の頭と前の敵を蹴ると、こういうパンパンパンっていう三段蹴りっていうのをやってたんですね。ですごい覚えてるんですけど、その時ねめちゃくちゃ高く飛んだんですよ。うわこれ高いなーって空中で思って、で最後のキックもバーンって決まって、よしって思ったその着地で、僕左足で着地をしたんですけど、着地をした瞬間に膝の皿がですね、ありえない方向にバンっていったんですよ。でもう爆音で、もうバチバチバチっていう爆音で、部屋中にね音が響き渡って、みんなそれで気づいて駆け寄ってくれたんですけど、でも僕はああいう時ってやっぱりねスローモーションに見えるんですよね。膝がガーいった、うわやばいな、骨折れた、うわ骨が突き出してるんじゃないかぐらいまで考えて、うわって言いながら着地しました。うわってうなりながらで、そういうことは考えてたんですけど、怪我したこともすごく多かったんで、意外と中は冷静で、うわ折れたなーって思いながらこうやって足を触ってたら骨が出てなかったんで、あ骨は飛び出してない、よかったって思ったのを覚えてます。そういう感じでうなりながら、でも歩けないので、救急車を呼んでもらって、その時は多分ね土日とかだったと思うんですよね。救急病院に運ばれて、で救急病院行って、検査と診察受けて言われたのが、側副靭帯、横の靭帯が伸びちゃってるねみたいなことを言われたんですよ。
で安静にしてれば、だんだん良くなるでしょうみたいな感じの診察だったんで、ああよかったと思って、そのまま、松葉杖かな杖かなをつきながら帰ったんですね。でもちょっと油断をするとお皿がもう変な方向に行くんですよ。なのでお皿が変な方向に行かないようにゆっくりゆっくり歩いたり、日頃のね活動をしてたんですけれども、ただ僕はその時に他のアクションの仕事もあって、でそれはいきなり行かないってことはできないから、痛め止め飲みながらできるだけこう痛いのがわからないようにやってたんですけど、一個覚えてるのは全力で走るシーンっていうのがあって、走ることはもう全然難しかったんで、監督とかと話してちょっと走るの難しいっすって、撮り方とか編集とかでなんとかできませんかっていう相談をしたのは覚えてます。そんな感じでごまかしながらやってたんですけど、1ヶ月ぐらい経っても全然痛みも引かないし、膝が良くなってる感じがしなかったんですよね。でその間もやっぱり膝が固まって動かないなとか、なんかこう痛いなっていう感じがあったんで、整体とか行ってほぐしてもらったりとかしてたんですよ。ただ全然良くならないんで、これはまずいなと思って、もう一回病院行ってみようと思って行ったんですね。で病院行って、その膝のプロというか膝に詳しい先生で、その先生がこう見てくれて、なんかこう靭帯が切れてるかどうかのテストみたいなのプップップッとやって10秒ぐらいで前十字切れてるねって言ったんですよね。あの時は本当唖然って感じでしたね。良かったって思ってた時だったんで、もちろんその前十字が大きな怪我で、それによって引退されたスポーツ選手の方もたくさん知ってますし、なんかこう終わったなって、正直思いました、その時は。でここでポイントがあって、まず1個目は、救急病院の先生に言われた診察を真に受けない方がいいというか、もう一回ちゃんとした先生に、見てもらった方がいいっていうことを学びました。なので見てくださってる皆さんも、もし救急病院に行くことがあったらですね、もう一回検査してもらう方がいいんじゃないかなと僕は思います。それからもう一個は整体。整体の方、詳しい人詳しくない人、膝に詳しい人とかね、いろいろいると思うんで一概には言えないですけど、それでも切れてる状態で何回も、言ってたので、その整体の方が何でも分かるっていうことはないと思います。触ってても前十字が切れてるってことには気づかなかったし、そこで、気づけば早く病院に行けたと思うんですけど、でもそれは気づかないんだなってことを知れたので、ぜひ視聴くださってる皆さんはその整体の先生に言われたことだけを、信じるんじゃなくて、ちゃんと検査をしてですね、状況判断した方がいいんじゃないかなと僕は思います。はい、ということで、そういうことがありまして言われたと。で前十字の場合は、手術をするともう結構な期間動けなくなります。もう足が動かなくなるので、僕は残ってたアクションの仕事は痛め止めを飲みながら、こなしてちゃんと終わらせて、その後の仕事は全部会社に電話をして、キャンセルさせていただいて、で手術の日を決めて、手術に行くことになりました。はい、ここから、手術、入院、リハビリの話になっていくんですけれども、僕は入院して病院に入って翌日手術だったので、1日ねそこで寝て、手術に入っていくんですけれども、やっぱり手術室に入っていく時っていうのはめちゃくちゃ気分落ちます。テレビドラマとかで見る病院に入っていく時に丸い電気がパンってつくと思うんですけど、あれを単価から見た時には本当に気分が本当終わったなーって、本当に下がりましたね。あそこ注意してください、気分下がります。はい、ただ、手術自体は全身麻酔なので別に痛くもないし、もう寝て起きたら終わってるって感じなんで、そこは全然不安はないです。なのでそこは安心してください。で
もうねこう吸わされて寝て起きたら、病室に僕の場合はこういう風に左足だけまっすぐ伸ばしたまま、ここから管が出てて足からで下に箱があって、そこに血が溜まっていくっていう感じで、目が覚めました。でよし手術は無事終わったなということで、これからリハビリやっていくという感じになるんですけど、これね1個ポイントなんですけど、一番痛かったのがこの血の管をねいつか抜くんですよ。で抜く時になんかね、このね膝の骨と骨の間に管が入ってて、管の先がちょっと膨らんでて抜けないようになってるんですけど、これね先生急に抜くんですよ。バババババとか言って「抜きますね」とかなんもなく、多分あれ痛いから恐怖心を与えないようにいきなり抜くんですけど、あれが一番痛いです。僕あれすごいマジかよって唖然としてる間に抜けるんでいいんですけど、それがありますと。はいで、リハビリに入りますが、まず手術終わった後は全然足が動かないので、もう看護婦さんにこうやって足持ってもらって下に氷枕を置いてもらったりするんですけど、足が全然動かないので、まずはこうやって指をね動かすところから始まります。で足はですね、これ先生に言われたんですけど、あなたは筋トレとかをして、足の筋力とか自信あると思うけれども、今の足は赤ちゃんと同じ筋力だと思ってくださいって、もう全くないと思ってくださいと、また一からやるというふうに、思いなさいって言われて、でもう3日ぐらいであっという間に、皆さんが想像する以上に足って細くなるんですよね。それも僕も初めての経験だったんで、こんななっちゃうんだな自分の足って思いながら見てたんですけど、足が一気に細くなる。なので本当にちっちゃい筋トレみたいな、指を動かしたり指で雑巾を引っ張ったりとかっていうところから始まって、徐々にこう上の方にやる場所が上がっていくっていう感じです。あとは例えばだんだんね、この理学療法士の先生に膝を曲げてもらったり、こうやって正座を自分でお尻を下げながらこうやって曲げることをですね、何度もやったり、あとは進んでくると、ちょっとずつこうやってバーを持ちながら歩いたり、しゃがんでみたりでジャンプしたり、その後片足でジャンプしたりで、あとは自転車を漕ぐ。自転車も膝が曲がらないと漕げないので、最初はできないので、やってみてできるようになったらちゃんと自転車やる。だからその日自転車乗ってみようか、まだ回んないね、明日もう一回やってみようっていう感じで、ストレッチみたいな感じです。ちょっとずつなっていく。ストレッチと同じで、全然曲げられるようになってる感覚っていうのは僕にはなくて、でも日々できることが増えていくから、ちゃんと曲がってきてんだなって実感するようなイメージです。で最終的には階段を上り下り、するところまで行った感じで僕は退院しました。リハビリに関しては本当に、ちゃんとやった方がいいと思ってて、やっぱり全然ちゃんとやらずに正座ができずに退院していく人もいるし、そうすると一生正座ができない状態になったりするっていうことなので、リハビリに関してはよしやるぞっていう気持ちでね臨んでほしいなと思います。で僕のラッキーだったのは、やっぱり怪我してね入院したら気分落ちるじゃないですか。で僕はその怪我をしてしまったリハーサル中の映画は僕の怪我のせいで撮影期間を延ばしてくれて、僕が復帰してから撮影を開始するっていう風に、してくれたんですよね。なので僕はもう絶対に、いい状態で復帰するぞっていう、早く回復させる、ちゃんとやって早く回復させてバチッと映画やるぞっていうモチベーションがあったから、すごいこう気分落ちずにというか逆に上がってね、それに臨めたんですよ。なので皆さんも何かこのリハビリ乗り越えてこうするぞとか、そういう前向きな何か目標があったりすると、別に体のことじゃなくてもいいと思うんですけど、退院して動けるようになってこうするぞとか、こういうものがあるとやっぱりリハビリとかトレーニングとかはそうなんですけど、気持ちってすごい大事だと思ってるんで、
そういうものがあるといいんじゃないかなと僕は思います。はい。あとはやっぱり入院期間って時間がいっぱいあるんで、僕は筋トレをすごくしてました。病室でできる腕立て伏せ、背中のトレーニングとか、あとは左足は動かないけど右足は自由に動くから右足の片足スクワットとか、できるところのトレーニングは毎日、ほぼ筋トレやってたんですね。でやっぱり体を動かすことっていうのはメンタルにもすごく結びつくと僕は思ってるんで、そうやって、できたことも逆に気分が落ちずに、その期間を乗り越えられた要因になったんじゃないかなと思うので、筋トレしろとは言わないですけど、なんかこう左足が動かないからって言って何もできないわけじゃないので、できるだけ体を動かしたり体操してみたりとかはした方がいいんじゃないかなって僕は思います。それはフィジカル的にもメンタル的にもです。はい。そんな感じで僕は1ヶ月ぐらい入院をして、杖をついて、退院をしました。はい。でここから、退院後の話になるんですけど、僕は退院をしてすぐに、アクション練習とか筋トレもスタートしたし、あんまり無理しないでねっては言われてたんですけど、ちょっと無理をしたなと思ってます。で、とにかくその僕が動けるようになったらその映画の撮影に入れるので頑張って、運動して体もできるだけ戻して、その映画に臨みました。なので全然上半身の見た目とかは変わらずに、その期間を超えられて、ただ一番大変だったのがアクションをするじゃないですか。でガンガン動いて、だけどやっぱり左膝を思いっきり伸ばす、これはやっぱできなかったんですよね。痛くて伸ばすのが。でちゃんと伸ばせないとアクションのキックってかっこよくないと僕は思ってるんで、なのでその監督とかと相談して左足のキックはできるだけしないようにしたいと、そういうアクションを作りたいということも話して、でそういう風にしてもらえたんでよかったんですけど、とにかくこれが痛いっていうこと、それからそれでもアクションを1日やって夜になったら全然足が曲がらなくなります。なので帰りはちょっとビッコ引きながら帰っていって、夜家に先生に出張で来てもらって、この膝をこうやってマッサージしたり動かしてもらうことをやるとですね、不思議とめちゃくちゃ動くようになったんですね。なので撮影して夜先生に来てもらって動くようになって、朝また頑張って、で夜、また治療してもらってっていう生活を、1ヶ月以上続けてやってました。なのでそれは分かっておいた方がいいかもしれません。退院後動くと足が曲がりにくくなるので、その対策っていうのをね、なんかスポーツやってたりとか動こうって思ってる方は取っておくといいんじゃないかなと僕の経験上は思います。でもそれぐらいかな。あとは着地が怖いっていうのはやっぱりあるので、僕がその前十字切って回復してその作品やってた時は支障としてはその2点かなと思います。ということで、無事ねなんとか、撮影は終わってですね、あとはそこまでなんだろうな、膝が影響したなってことはあんまり記憶になくて、結構動けたなっていう印象なんです。なので全然動けなくなっちゃうんじゃないかって思ってる方は安心してもらっていいと思います。意外と動けます。はい、大丈夫です。でそこから結構動けるなっていう期間があったんですけど、何年か後に、今で言うと僕で言うと3年前ぐらいかなに、いきなりまた痛くなって、でやっぱり何をすると痛いかっていうと、この膝の曲げ伸ばしなんですよね。特にバンって勢いよく伸ばした、この伸ばした瞬間に痛くなって、で、それぐらいの時からその痛いなってことが気になり始めて、もう3回ぐらいキックの練習をするともうなんつうの曲げられなくなるんですよ、痛くて。それがすごく続いて、でその時に、やっぱりキックができないっていうのは致命傷だと僕は思うので、でなんつうのかばいながら動くのも限界があると思うし、こう上を目指すことはできないなと思ったので、一回僕はプレイヤーを退こうというふうに
決めたんですよね。で、今のジムを立ち上げたということになってます。はい、なのでもしかすると時間経過とともにその何か、痛い動きが出てくることがあるかもしれないです。でもそれも、ずっと痛いのが続くわけじゃなくて、そのある特定の動きをすると痛いだけなので、他のことに支障が来ることはほぼほぼないと思います。はい、あとはなんか季節柄とかね、すごい痛いなっていう時はあるんですけど、それも自然に消えるので、僕は定期的に病院に行って人体大丈夫ですかっていうチェックもしてもらって、ああ頑丈ですよってずっと言われてきたので、なんかその辺の不安っていうのはないかなと思います。僕はだからアクションのキックをする時だけ、支障があったっていう、感じになります。はい、では最後に、今の現状なんですけど、今はですねできるだけ、そのアクションもねすることも少なくなったし、今自分自身が動くことっていうのはそんなにないので、全然、支障がないなと思ってます。で例えば前にドローンで刀のアクションをやった動画とかを上げてるんですけど、ああいう刀のアクションの場合は全然支障がない。ジャンプとかも全然大丈夫だし、両足で着地をすれば全然大丈夫だし、こうやってなんつうのかな、こういう反復横跳びみたいな横ステップとかそういうので支障が来ることってあんまりないので、皆さんに伝えたいのは意外と動けますよっていうことを伝えたいです。だからまあスポーツによると思いますけれども、思ってるより想像してたより動けるっていうのが、僕から言えることです。ただ恐怖心はもちろん残ってますし、そういう部分はありますけれども、まあ大丈夫だと思います。もう一つだけ言うと、動いた後はやっぱりちょっと痛くなるので、動いた後のケアの仕方っていうのは覚えておいた方がいいかなと思います。まあこうお皿をねぐりぐり回したりとか、曲げ伸ばししながらぐりぐり回したりとか、こういったことになると思うんですけど、その対策っていうのは多分病院でも教えてくれると思うんで、その辺だけ持ち合わせておけばケアができるので、はい、全然大丈夫だと思います。はい、ということで、これで全部話せたと思います。すいません、もう23分も話しちゃいましたけれども、最後に伝えたいこととしては、やっぱりめちゃくちゃ僕も体を動かしてきた人間なので、本当になんつったんだ、終わったなって思っちゃうと思うんですよね。思っちゃうと思うんですよ。ただ、僕は前十字を切ったことによって、できなくなっちゃったこともあるけれども、やっぱりこうやってねジムを立ち上げて、新しく出会えた人たち、仲間っていうのがたくさんいるし、これは前十字を切るってことをしてなかったらなかっただろうなと思いますし、今やっていることも、やってなかっただろうなと思います。それは大きな気持ちの変化でしたが、それがあったから良かったなって思えることもたくさんあるんですよね。なのでやっぱりマイナスに考えてしまう方が多いと思いますが、最終的にプラスに働くことっていうのも全然あるので、前向きに考えてもらいたいなと思います。それから僕はさっきも言ったように、映画の撮影っていう前向きな、このために直すぞっていうものがあったんで良かったんですけど、そういううわーって思いながら治療するのと、よしって思いながら治療するのはやっぱり全然違うと思います。なので、気持ちを強く持って、前向きにですね言ってもらいたいなと思います。それがきっと、何かしらいい効果っていうのを自分にもたらしてくれると思うし、未来の自分があの時前向きでよかったなって、思えると思うので、そんな感じで頑張って乗り越えてみてください。僕が答えられることは何でも、お答えしますし、コメントいただいたり、SNS の DM で質問いただいたら答えますし、なんかそういうね、知識があるだけでも全然違う、望み方が全然違うと思うので、ぜひね一緒に乗り越えていきましょうってことをですね、この動画の最後に伝えたいと思います。意外とマイナス面だけではないので、頑張ってね、乗り越えてみてください。
それでは、長い間、動画を見てくださってありがとうございました。少しでも参考になってくれれば、動画を撮った甲斐があるなと思います。はい、それではね、いつか一緒に話せる日を楽しみにしてます。明るく乗り越えてください。それではありがとうございました。